斎藤一人さんは変な人の成功法則っていう最初書かれた本に、自分は中学校しか出てないで、その時の学校の成績も大変悪かったとかいうように書いてありますが、成功者っていう観点から見れば大変ユニークな人生を送られてきた方なんじゃないかなと思うんですが、そのあたりでお話しいただくことありますか？そうですね、だからね、小さい頃からやっぱりひとりさんのものの見方っていうのが、世の中出たら、その当時ね、学歴社会だって言われてて、学校に行かないと、大学行かないと困るぞって言われた。でも本当にそうなのかなって考えたんですって。で、親が、お父さんお母さんがご商売やられてたらしいんですけど、すごくうまくいってたご商売が。で、その親を見てて、大手使ってるの見たことないと。それ以外の大手好き見たことないと。で、それじっと考えたらそうだなって。あと本にも書いてあるんですけど、お兄ちゃんがね、家のドアを閉めないで学校一つが出かけたら、お兄さんが学校までかけてきて、頭バーンって殴ってきたと。で、お前、どうもしめなんだと。で、世の中出たらな、こんな甘くないんだぞと。世の中もっと厳しいんだぞ。って言われたんですって。で、普通だったらそうかなって思いますよね。でもひとりさんは、その時に、じーっと世の中を観察したんだそうですよ。だから、人のことね、追っかけてって頭殴るような人見たことないと。だから絶対嘘だなと思った。でそういうふうにね、今言われたみたいに普通の人が普通っていうかな、一般常識と言われてるものから見たら変わってるのかもしれない、変わってるとか言われるのかもしれないけど、でもひとりさんはその辺の話聞いたらなるほどと思うじゃないですか。よーく世の中見てらっしゃるんだと思うんですよ。何でもそうですね、ひとりさんはね。もう自分でよーくここを観察してみて、そして判断して、それが正しいと。でも世の中本当そうじゃないかなと思いますね。その話を聞いて私もそういうふうに見ようと思ってやってるんですけどね。普通儲かってる会社の社長さんで言ったらバリバリ仕事してるっていうイメージがあるんですけど、ひとりさんは結構旅行なんかしてそんなに仕事してないっていうふうに言ってますよね。言ってますけどね。でもね、あれが仕事なんだと思うんですよ。わかんないですけどね。今言ったみたいな話、その世の中をよく観察して、で、前にね、戦国時代とか日本の歴史なんかで、例えばね、明智光秀とかね、豊臣秀吉とか、いろいろ歴史の人物いるじゃないですか。で、目立つようなね、江戸時代とかそういう時に目立つような浅野匠の神とかいるじゃないですか。で目立つような殿様っていうのは大したことじゃないって。その当時に歴史にも残らなかったような、でも自分の藩とかそういうところを淡々と残してきた殿様が偉いんだっていうんですよね。で、ただ黙ってたら落ちてってるわけですよね。そういう時代ですから。そうじゃなくて自分のところの藩士とかね、そういう人たちを守り抜いてきた人、そういうやつが偉いんだっていうんですよ。だから一人のそういう旅行とかしながら、やっぱり世の中を見て、自分のところのマラカンのっていう社員が何千人もいる、その人たちを守らなきゃっていうのがあって、そういうことでそういう旅行とかね、されていいんじゃないかなと思うんですよ。そういう仕事、だからさっきの有業の話じゃないですけど、そういうことでやってるんだと思います。だからバリバリ働くっていうそのイメージってあるじゃないですか。そうではないですよね。本当に有業でやってるんだと思いますよ。で、いろんなアイデアでも、いろんなね、新商品とか仕事のアイデアっていうのは、一瞬にして浮かぶものを使うんですよね。
これ2秒かかったらダメだって言うんですよ。1秒かかんないぐらいのアイデアがそれをそのまま使うんだって言うんですね。2秒かかると自分のアイデアなり考えが入っちゃうとダメだって言うんです。でそれにはコツがあって、その一瞬のアイデアを出すコツがあって、それはさっき言ってた線の法則、自分を豊かで幸せでいっぱいにしておくといつも。でその時にパッと出てくるアイデアが当たるアイデアなんだっていうんですよね。ひとりさんの仕事っていうのはそれだと思うんですよね。バリバリではないですよね。だからもう普通の感覚じゃないですよね。まあ、普通が何なのか分かんないですでも私はそれはね、本当だなと思いますよ。自分でもやれなりしょうがないそういう経験ってやっぱりあるし、これを聞く人もみんなそういうのあると思うんですよね。でただそれを見過ごしちゃって大切にしないっていうのかな。さっきの仕事の話じゃないけど、やっぱり自分を信じてやっていく、そういう直感なりひらめきっていうのを大切にした方がいいんじゃないかなって思います。音声とか、ついてくるっていうそういう観点から清水さんはどう思いますか？その運勢をいつも一人で思うのは勢いですよね。そうかりますね。運勢は運に勢いって書くじゃないですか。勢いがないと運勢良くならないって言うんですよね。もうパッパッパやると、さっきのやってやれないことがやらずにできるわけがないっていう言葉がありましたけど、とにかく行動だと。例えばね、なんかもそうなんですけど、いろんなこと自分のさっきの話じゃないけど、自分の直感なり行動を信じてやってるわけですよ。でそこでね、たまるんですよね。でたまらないと勢いってつかない。どういうのがたまるんですか？自分の力、エネルギーで信じて、自分の力はどうなんだろう、合ってんだろうかなんだろうかっていう不安とかっていうのを持たないで、自分の力を信じて、その力を貯めてって、その時に鉄砲水とかってあるじゃないですか。あれをこう水が溜まってるところにまた雨が降って、水がかさばって、で勢いがついてバッと流れるわけですよね。それと同じで、不安とかそういうのをこう持たないようにして、これ訓練だと思うんですけど、その自分の溜めてった時にバッとそう出す時は勢いよくガッとやると。それによって運勢が良くなる。私の方も出る時にこの話を出版社の人に言ったんですよ。編集者の人がこれはそうですねって言うんで、普通ならこれ本当半年か1年ぐらいかかるじゃないですか。それがね、3ヶ月4ヶ月ぐらい作ったかな。早いですよね。だからこの本がね、やっぱり売れてるっていうのはその辺もあるんじゃないかなと思うんですね。で本って可動だと思ってるんで、著者の意識とか編集者のね、方の意識とかそういうのが入ってるのが本だと思うんですよ。でだからね、この本はなんかねこんなに売れると思わなかったんですけど、売れる原因だったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。勢いって測れるものじゃないし、自分の波動だと思って、だからこの本売れたんだと思うんですね。だから運勢ってやっぱり勢いが大切ですね。コント55の金ちゃんっているじゃないですか。はい。彼女もそうみたいですね。彼がね、彼の本で読まれたことありますか？いや、知らないです。そうなんですよね。結構だからお笑いの人だからなかなかそういう金ちゃんの本があっても手に負わないと思うんですけど、僕なんか読んでね、あの人すごい運気ある人で、やっぱりね、勢いをつけてありますよね。そういった習慣にしていることで、ひとりさんとか清水さんがその運を良くするために日常生活で習慣にしているっていうことありますか？習慣ですね。やっぱりね、
これはずっと今お話してきたことの通じることだと思うんですけど、今言った勢いですよね。でね、やっぱり自分で何で勢いつけてやろうっていう時ってちょっと振り返って思い出してほしいんですけど、すごくなんて言うんだろう、脳が活性化してるっていうかね、キラキラ目がして思うんですよ。逆説的ですけど、そのキラキラしてやってることって多分ほとんど間違いがないと思うんですよね。うまくいくと思うんですよね。でそのキラキラをどうやってつけるんだろうとかって言ってんじゃなくて、その勢いつけてやれば物事を自分がキラキラしちゃうんですよね。でその勢いつけることと、なんだろう、勢いつけるっていう抽象的なんだけど、何でもパッパやっちゃう。スピード感ですかね。やってやれないことがないってさっきもあるそうなんだけど、パッパやることですね。そこにね、なんかやっぱり私もそうだったんですけど、うまくいくんだろうかとか、これで大丈夫なのかとか考えちゃうと勢いがつかない。で、なんていうのかな、別にね、例えばダメでも困ったこと起こらないっていう覚悟で臨んだ時に、そういう不安ないそういうのがなくなるっていうか、でなくなった時に周りが肯定しだすんですよね。まだ私もなんだろう、ひとりさんに教わったことを実践してまだ日が浅いんですけど、そういうことがね、実際にあるので、これ聞いた人はね、自分を信じて考える余地など持たないでパッパと勢いつけてやるっていうことだけでも全然周りが変わってきますよね。ひとりさんは見えない世界のこととか、不思議な話もたまにされたりするんですか？そうですね、不思議な話はもうひとりさん大好きですけどね。不思議な話するけど、ひとりさん必ず前置きでね、不思議な話するけど、誰も信じなくていいからね。半信半疑でとか、そういう生優しい中途半端ダメだよ。信じないでいいからねって言いながら話すんですけど、それは自分はその経験上体験上不思議な話は正しいということを知ってるので、別に信じてくれなくてどうでもいいよと、これはこれでやってきたんだからということでいろいろ話するんですけどね。それがまたね、面白いんですよね。不思議な話なんですけど、別にこれも信じてもらってもどうでもいいんですけど、これは本当にね、そう思ってやるとすごい楽しいんですよね。守護霊の話とかってあるんですけど、人には必ず一人っていうのかな、一人守護霊がついてて、で自分がこの仕事がプロだと、多分私だったら本屋のプロだという意識自分がしたときに指導霊がつく。それでその指導霊が、本屋というその仕事の中で指導してくれると。でこれプロ意識を自分が持たなければその指導霊がつかないっていうんだよね。でそれをもっと進めていくと、もっとすごい指導霊がついてきて、もっとすごい大きな指導をしてくれるんだ。でこれがひとりさんのよく話してくれることなんですけど、これはだからね、この話がね、本当でもひとりさんで言うんですよ。別に本当でもね、オカルト的な話だと捉えられてもいいんだと。でもそういうふうに考えていった方が楽しいから、そういう話、考え方でね、やってみようよって話で。で、それをね、実際自分なんかでもやっていくと、で、うちなんかね、ずっと江戸川区の隅でちっちゃい本屋やってて、で、視聴者に、出会ってね、でだんだんこう、遠くからうちを探してきてくださる方がいて、だんだん今度は本なんかも出るようになっちゃって、だんだんいろんな指導例が入れ替わっていくんだと思うんですけど、そうすると実際的にはね、昔は本屋始めた当時は本当に
ちっちゃな証券の中だけのことを考えてるからよかったんだけど、でもだんだんこう広がってくるわけですよね。例えば九州からうちを探してきた人がいたら、その人を喜ばせなきゃいけない。でこうだんだん考え方が変わってくるんですよ。この間なんかね、ハワイから来た人がいてね、すごい美人な人なんですけどね、びっくりしたんですけど、うちの日本人なんですよ。日本人なんだけど、ハワイでずっと仕事やってる方で、あの人とうちの店の前にね、すんげえ、高級車が止まってるんですよ。びっくりして、で、店の中行って、メールではやり取りしてたんですけど、ハワイの、赤津さんっていう人なんですけどね、来てるんですよね。で、そんなこともあるわけですよ。江戸川の本屋の親父がそんなくなってきてあって、でそうすると今私の頭の中は本当全世界っていうかな、そこまでこう意識してるんですよね。全世界って英語が喋れないんで外人の人はちょっと困るんだけど全世界にいる日本人の人たちで、実際今こうメールだとかね、発達してるんで、海外から結構注文のメールが来るんですよね。親身になってそれに応対して、送ってあげたり、支払い方法がね、困るんで、どうにしたらいいかとかね、こうにしたらいいかとかってそういうのを考えながら、でだんだん指導例が変わってきて、でそういうのをひとりさんがそういうふうに言ったみたいなことを踏まえてると、パッと殻を変えられる自分がいるんですよ。今までね、江戸川の本屋の親父がアメリカに本を送るとか、そんなこと考えもしなかったわけなんだけど、でそういうふうにパッと考えられる自分が出てくるんですね。でこのひとりさんが言ったみたいに指導例が変わったんだというふうに思えば、どんどんアイデア出てくるじゃないですか。いや、俺は江戸川のね、本屋の親父だよぐらいじゃ、そういう発想が出てこないし、多分出てこないと思うんですよ。それで近所の中学生捕まえて説教されるぐらいだと思うんですよ。だから、そのひとりさんが言ったその指導例がどんどん変わっていくんだよっていうことをちょっと頭に入れておくと、役に立つ知恵になると思うんですよね。ちょっと話変わるんですが、今回の清水さんの本の中にね、お母さんを亡くされた時にひとりさんからいろいろ長い時間お話ししてもらったっていうことが出てるんですけど、これ具体的にどういうお話だったんですか？そうなんですよ。これが不思議でね、やっぱりひとりさんと縁があるんだなと思った出来事なんですけど、私のおふくろが亡くなった時に、妹と同居してたもんですから、おふくろがちょっと離れたところにいたんですね。で、亡くなったんだっていう連絡が妹からあって、神奈川県の相模原なんですけど、でそこに行って、いろいろ諸事情を済ませて、帰ってきて、でちょうどね、うちの店の駐車場に私が車を入れるのと同時なんですよ。逆方向からひとりさんが来て、パッて車、もうばったりなんですよ。それで、どうしたんだいなんて言われて、いや、ここで僕が亡くなってって言って、そこから駐車場で立ち話で1時間ちょっとぐらいかな、話したんですけど、で、その時にね、人間の死っていうのはいつでも寿命なんだよ。病気で死のうが、交通事故で死のうが、事故で亡くなろうが、老衰で亡くなろうが何でも寿命なんだよって話してくれたんですよ。で、私もある程度そういう本とかね、そういう関係の本読んでて知識があるから、言ってることは分かるんですよね。でもひとりさんが1時間ぐらいかけてその話をコンとしてくれたことに対してね、ひとりさんのその愛っていうのをものすごく感じたんですね。でひとりさんも暇なわけじゃないんですよ。でそれを駐車場でね、立ち話で、本当に子供にね、噛んで含めて聞かせるように
話してくださったんですね。で、例えばなんだろうな、全然そういうこと知らない人に、人の死は寿命なんだよなんて言ったら、怒っちゃう人もいるかもしれないじゃないですか。何言ってんだよみたいなね。でもそれを超えていきなりそういう話をしてくださったことに対してのひとりさんのそのなんだろうな、深い愛情っていうのかな。多分ね、ひとりさんのお弟子さんたちもそうだし、ひとりさんとこう何度か接したことがある方はそれを思うと思いますよ。深いなーっていうその愛がね、それをね本当に確認した1時間だったんですね。元気になりましたしね。分かっていても理屈で分かっていてもね、本当になんだな、その場に立った人間っていうのは本当に痛い思いしないと分からないっていう部分が経験しないと分からないっていう生き物なのかなってその時に思いましたけどね。あれはね、本当に今思い出すだけでジーンと来てしまうようなことでしたね。でも自分自身が助かったし、一応そうなんでね、なんだろう、気張らなきゃみたいなのもあったし、でその時にやっぱりひとりさんが1時間もかけて駐車場で愛のある言葉を話してくれたっていうことの感謝っていうのかな。でしかもその駐車場でさ、ほんとね、石色の車なんですよ。もう私が右からバーッと入ってきて、でひとりさんも反対側から入ってきて、もうほんと同時に駐車場にポンってついたんですよ。それはね、本当に一生忘れない感謝の、覚えているかどうかわかんないですよね。そういったこうひとりさんの優しさっていう面で他に何かエピソード的なことありますか？いっぱいありますけどね。その私の方が出るときにね、ゲラが上がってきてちょっと違った解釈の部分があって、それをひとりさんが見たときにね、これ違うぞ、ダメだろ、こんなのダメだよって言うんじゃないんですよ。それでね、そんなこと言わないで、そういう言葉を言わないで、うちの店は夜10時までなんですけど、閉店後に技が来て、でここの部分がこうだからってね、それをね、1週間くらい前に来てくれたかな。毎日ですね。もうひとりさんも別になんだろう、私が斎藤一人の月の言葉っていう本を出すことに対して迷惑であっても何のともないわけですよ。多分ね、迷惑さんの本当の教えはよく言うんですけど、松下幸之助とかね、中村天風とかっていうその人物を書いた本って出るじゃないですか。でもあれはみんなもうなくなってるわけですよね、天風さんでも。ひとりさんまだ元気なんですよね。そんなのに元気なうちからひとりさんの解説本が出ることは本人は嫌だと思うんですよ。でも何度もないのに、でも私のためなんですよね。だから私のに対する愛情だと思うんですけど、でまたそれも暇なわけじゃないですよ。それも夜の10時過ぎですからね、コンコンと、またこれも噛んで含めるようにいろんな話をしてください。そのことがあったんで、冒頭でもお話しましたけど、斎藤一人という人間がね、本当にこの人がね、ちょっと違うぞと、今まで会ったことも聞いたこともない人なんだっていうのを思い出したのが私なのでね。それが大きいっていうことだ。そうですね。例えばですよ、私だったらそうだな、テレビの取材が来たら出ちゃうなとかね、いちいちね、今夜の親父に、今夜の私にですよ、その夜遅く仕事でね、体も疲れてるだろうし、女の子に間違いを教えてくれるためにですよ、お前そこ違うぞっていうんじゃなくて、一からまた話してくれるのをね、1週間ぐらいやってくれるって言ったらね、これはやっぱ面倒くさくてできないですよ。
そういう人なんですね。でこの本が出て、かなりのベストセラーになってますので、その後清水さん自身、生活が変わってきたとか、またひとりさんに何かアドバイスを受けたとか、そういうのはありますか？そうですね、私のことを先生と清水先生と呼ぶ人がいてこれは一人だけ言われたんだけど、本がね売れてるみたいだねと、必ず先生と呼ばれるから、それにお立てられてね、そういうことはないよって、僕は金土ですと、いう姿勢をね持たないといけないよ。でそれがね、例えばね、人ってこうだんだんなんとか成長してくるといろんな立場が出てくるじゃないですか。お父さんという立場があって、社長っていう立場があったり、それからなんとか会入ったらなんとか会会長とか、いろんな立場がこう出てくるんですよね。でその時にいちいちその立場に変えようとするから人が苦しくなるんで、一つ決めちゃえばいいんだと。僕は金土ですと。そしたら金土っていうのはえばっちゃいけないんだっていうわけです。お客さんに対してもえばっちゃいけないし、取引先に対してもえばっちゃいけないし、金土だって決めちゃえばいいって言うんですよ。でそれを例えば仕入れ先には俺が買ってやってるんだからってね、あれ持ってこいこれ持ってこいって変えるわけですよ。そこで立場をお客さんにはへこへこしてやるわけですよね。ありますよね。これは立場によって変えようとするから苦しくなったり変なことになるんで、金土だって決めちゃえばいいと。そしたら金土なんだから誰にでも笑顔で接しなきゃいけないとか、でも決まったことがあるわけだから楽じゃないか。だから先生なんて言われてね立場を変えると苦しくなるから、僕は金土ですっていうことでやりなさいよっていうことを教えてもらったんですけど、ひとりさんなんか見てると本当そうですからね。マルカンパーティーなんか行ったって、もう握手してください、サインしてください、写真撮ってくださいなんてすごい人ですよね。で私だったらね、これもうねピクッとしたからね、でも金土だって一人決めてるんだと思うんですよ。ニコニコされてますよね。ニコニコしてますもんね。でも相当やっぱり大変だと思いますもんね。で週刊誌の上に焼き魚定食を好んで食べに行くってくれてって、なんかでもやっぱり金土だって決めてるから別にねニコニコしながら焼き魚食べに当たり前だし、でそれはそうじゃなくて納税額一番の会社の社長なんだっていう立場をもし変えたら、そういうところでね自由なこともできないし苦しくなっちゃうからと思いますし、ひとりさんも金土だっていうことだね。あとね、もう一つ最近言われるのが、金土はかっこよくなきゃダメだって言われるんですよ。だから今マスコミとか見てる限りだと、サッカーの選手がかっこいいとか、野球の選手がかっこいいとか、大娘がかっこいいとか、いろいろそのぐらいですよね。で、金土がかっこよくないからなり手がいなかったり、子供が継ごうと思わなかったりなるんで、かっこよく生きなきゃいけないと。でその一環だと思うんですよ。立場を変えたりとかいちいちしたらかっこ悪いじゃないですか。でそういうことで言ってくれたんだと思うんですよね。私も気をつけてください。ではこの CD を聞かれている視聴者の方に何か最後一言お話しされたいことありますか？そうですね、今まで長々と偉そうなことをお話ししたんですけども、私も本当にひとりさんに聞いてやり始めたばっかりです。でやり始めてどんどん螺旋状に自分の上に上がっていくのがよくわかるんですよね。で私もやり始めたばっかりなんで、ひとりさんの言葉っていうのは本当に奇跡が起きるので、これを私の話を聞いた方は、私も本当に小さな本屋の親父だったのが本が出るわね、それが売れるなんていう奇跡が起きて、そういうことがあるので、ぜひこれ聞いた方はね、私もまだまだできないんですけど、さっき言った改良しながら
上に上がっていこうと思ってるんで、ということでぜひこうちょっとね、それを自分の生活なり仕事なりそういうところに改良を加えて取り込んでいただけたらね、ひとりさんは役立つ話しかしないので、信じてきてやってくださった方にはきっと奇跡が起きると思いますね。で、よくね、ソウルメイトって話をひとりさんがするんですけども、この時代でこの日本で出会ったり知り合ったりっていう仲間がいるわけですよね。で、仲間ってそんな大げさなもんでもなくても、日本で1億2000万人の中で、出会う人ってそんなにいないわけですよね。で、そういう人たちがソウルメイトだというんですよね、ひとりさんは。ソウルメイトとしての塊だって言うんですよ。で、その中で誰か一人がポンとこう上に成長した時に、そのソウルメイトという塊全体がガッとレベルアップするっていうんですよ。だから私いつも思ってるんですけど、うちにもいろんな友達がいたり仲間がいるんですけども、私もいろいろひとりさんから話を聞いて、私がポンとここで上がった、周りもどんどん上がるんですよね。だからこの CD を聞かれた方は実際それやってみてポンと奇跡が起きて上がったりしますから、そうしたらその周りのね、自分の周りの人たちにそれをこう向けてほしいんですよね。そうするとどんどんその周りも奇跡が起き出して上がっていくと。で、これはね、ひとりさんに言わせるとやじろべえの法則って言うらしいんですけど、自分が教えて幸せになる方法を教えた分だけその人が幸せになったって言いますよね。幸せになった分だけ自分に返ってくるという法則をやじろべえの法則っていうんだそうですけど、そうするとそのソウルメイト全体がやじろべえの法則の試合っこをしながらどんどんみんなが幸せになっていくと。ひとりさんは最近はね、商売の仕方をみんなに教えてあげてるわけですよ。ひとりさんが培ってきたもので、今日ずっとお話してきたこともそうなんですけど、これをひとりさんから教わったことで商売でお金儲けができた。儲かった分がひとりさんにも返ってくると。だからお金儲けの仕方をひとりさんが教えてくれて、その儲かった分はこのやじろべえの法則で宇宙はバランスを取ろうとしてひとりさんにまたお金を与えるわけですよね。で、それと同じでお金儲けでもいい、お仕事でもいいんですけど、儲かった分を人に教えれば自分にも返ってくるし、そのバランスを取ろうとするわけですね。で、幸せもそうなんですね。で、今日話したことは商売のこととか幸せになることとかいうことを話してきたわけですけど、これを聞いて聞かれた方は実際やってみて、そしたらうまくいったら全部私の方に返ってきますからだからぜひね、一緒にやってみていただきたいですね。で、私だけじゃないですよ。私に返ってくるのもそうですけど、周りにも返ってきますんで、それがやじろべえの法則っていう一つから聞いた宇宙の法則なんで、やってみてほしいと。で、私もいろいろやりますけど、できないこともあるけど、それを改良ということでやっていきたいと思ってるんで、私が、どこかでなんか悪いことしててもこれは改良してるんだなということを多めに見ていただいて決して私を責めないでいただきたい毎日改良を考えて生きてますんで、そういうことでよろしくお願いします。